留学を決めた理由、聞いてくれますか？こんにちは。アイルランドに留学中の塩はちみつです。今日は私が留学を決めた理由についてお話しします。ずっと英語が話せる人に憧れていました。でも英語は苦手で好きになれなかった。外国語を話す人がかっこよく見えて、海外の文化が知りたくて。大学生の時から英語が話せるようになりたいな、海外で生活してみたいなという気持ちが漠然とありました。外国語が話せるということにすごく憧れていました。でも怖かった。何を海外で学びたいかもはっきりしていなかったし、親にお金を払ってもらうほどのそこに価値や意義を見出せませんでした。同時に教育学を専攻していて、教育に関わりたいっていう気持ちも本物だったので、まずは就職をするという道を選びました。死ぬ思いをして気づいたこと。日本での仕事も生活も大好きでした。だからこそ留学を決断できなかった。社会人として日本で働いていたこの3年間は、私にとってはかけがえのない時間で、自分が求められている、役に立っていると感じることができました。今まで自分は生きていていいのか、このまま生きていたとして何かいいことがあるのかと思っていたことが多くて、何をやってもあまり身にならない、達成感を感じにくい人生でした。特に大学生の時にバイトをやったり、みんなと一緒に物事に取り組んだりした時に、みんなのために頑張りたいって思って努力をしても、自分が足手まといになっていることに気がついて、私って誰からも求められていないって分かった時に、自分の生きている意味や価値が分からなくなってしまって、かなり病んでいました。だからこそ採用してもらった時はすごく嬉しかったし、3年間働いていた時は苦しいこともあったけど、それ以上に達成感や仕事で得られる喜びの方が大きかったです。それから社会人1年目の時にできた恋人の存在も大きくて、私の話をすごく笑って聞いてくれる人で、私のこともものすごく大切にしてくれました。職場で必要とされたり、人に愛されたりしたことで、私って生きてていいんだって思えて、この3年間、毎年今が一番幸せと本気で思えるような日々を過ごしていました。もちろん仕事はハードでしたが、でも死を意識した時に、本当は海外に行きたいって本気で思ったんです。ここで終われないって思った。やらなかった後悔は一生残る。社会人2年目の冬にインフルエンザとコロナに同時にかかりました。そんなことあるのって思ったけど、検査したら分かって、救急車を呼んでいいレベルで本当に死ぬ思いをしました。土曜日の夜から熱が出ていたので、月曜日まで病院に行けなくて、持っていた解熱剤を飲んでも40度以下に下がらなくて、2日間今死ぬなら何をするかについて永遠と一人でベッドの中で考えていました。そこで2つのことをやりたいと決めたんです。1つ目は学級担任になりたいっていうこと。今まで特別支援教育の教員として働いてきましたが、せっかく小学校の教員になったのだから学級担任を持ちたい、ここで死にたくないって本気で思いました。2つ目は海外に行きたい、そして英語が話せるようになりたいっていうこと。今ここで死ぬぐらいなら、明日の航空券を取って明日にでも海外に行こう、そんな気持ちでした。もちろん仕事があるので海外は行けなかったんですが、死の淵に立った時に自分が本当に叶えたい夢が見えてきたんです。
それまでも今の自分の生き方に疑問はあってモヤモヤしていたので、とりあえず働きながらお金の勉強をしてみたり、キャリアコンサルタントの資格を取ってみたり、自分に足りないことを補おうといろいろ働きながら勉強したり挑戦してみたりしていました。キャリアコンサルタントの勉強をしている時に、自分の人生を深く考える機会がたくさんあって、海外や英語学習も思い浮かんだけれど、今の仕事が楽しくて正直決断するに至りませんでした。でもこの時に今死にたくないって本気で思って、来年担任として学級を持つこと、1年後に海外へ留学に行くことを決意しました。仕事と人生のバランスについて。大好きな仕事に全てをかけていた時間。でも将来を考えると怖くなった。私はこのままでいいのかなって。学級担任になる話は社長から以前からいただいていたのですが、特別支援の仕事にやりがいを感じていたので、本気で学級担任になりたいと決心したのはこの時だったと思います。そして学級担任になる前から1年間で一旦仕事を辞めて留学しようと決めていました。だから私を学級担任として育てようといつも指導してくださった先生方や保護者の方には本当に申し訳ない気持ちもありましたが、絶対にここでの学びを無駄にしないと決めて1年間がむしゃらに働きました。一方で小学校の教員の仕事はマルチタスクが苦手な私にとってはハードな面も多くて、将来結婚や出産を想像した時に仕事と家庭を両立していくことがイメージできませんでした。特に全教科を教えることが私にとって罪悪感がありました。授業準備は力を入れましたが、全教科教えるとなるとどうしても抜けがたくさんありました。子供たちの時間に無駄な時間なんて一切ないのに、子供たちに対して申し訳ないと思う時がたくさんあって、だからこそ私は教科の専門性を磨きたいと思いました。応援してくれた人たちにいつか恩返ししたい。英語の授業が一番苦手だった私がいつか英語を好きになるきっかけを渡せる先生になりたい。だから挑戦する。未熟ながらも私を学級担任として認め、ついてきてくださった保護者の皆様や子どもたち、担任として育ててくださった職場の皆さんに心の底から感謝をしています。子どもたちから私も多くのことを学ばせていただきました。アイルランドではいつも3年間担当した子どもたちの顔を浮かべながら、いつかまたみんなの英語の先生になるぞと思って毎日勉強しています。私の夢はいつか日本で英語の先生になって子どもたちに海外に興味を持ったり英語を好きになったりするきっかけを渡すことです。遅くたっていい。始めた自分を誇りたい。Better late than never。 教員をしながら英語の勉強したり海外旅行を楽しんだり、そういうのじゃダメなのと聞かれました。本当におっしゃる通りで、これは私の甘えでもあるんですよね。知り合いの中国の方が日本に来たことがないのに中国国内で日本語の勉強をして通訳の仕事もしていたんですね。そういうのを見たり聞いたりすると、日本でもできることを海外に行ってやろうとするのは甘えなんじゃないかと。父にもお前は仕事から逃げている、それは甘えだと言われました。それでもう一度考えたんです。自分はもう一度勉強したいって。学生時代は苦手で勉強から逃げてきたけど、勉強したいって思ってるこの今がチャンスなんじゃないかなって。私追い詰められないとやらないタイプなんです。自分がダメなのは自分が一番よくわかってるんですけれども、
私はマルチにできるタイプじゃないからこそ英語学習に集中して英語の教員を目指したいのって人それぞれだと思うのですが、やっぱり自分に合った方法で自分の好きなことをやるのが一番伸びると思っています。なのでこの1年間は自分のために英語を勉強して、再来年または帰国後に英語の教員として専門性を磨き、子どもたちへの教育に貢献したいと思っています。私は YOLO という言葉が大好きで、You only live once、 人生一度きりという意味です。人生一度きりならやりたいことは全部やってみようという気持ちでいます。何かをするのに遅すぎるということはないので、一緒にいろいろなことを挑戦していきましょう。 Better late than never、 遅くてもやらないよりいい、よくアイルランドで聞く言葉です。ワーホリや海外留学を問わず、何か挑戦してみたいと思っている人に届くといいなと思っています。今の気持ちを動画にしようと思ったのは、当時の自分の気持ちや初心を忘れたくないなと思ったからです。今の自分はすぐいなくなっちゃうし、変わりたいと思った時点でもう変わっていたりする。独り言みたいになっていて分かりづらかったり、話が長いところもあるかもしれませんが、今進路や人生で迷っている人がいたら、一緒に共感してもらえたら嬉しいです。 Better late than never。 最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。